前回に引き続き、今回もメロディー作成についてお話ししていきます。今回は、セクションごとのメロディーの開始地点についてお話ししていきます。いわゆる、拍頭やアンテクトと呼ばれるものですね。メロディーを作るやり方は様々ですが、知らないうちに、拍頭でメロディーを作っていたといったことも多いでしょう。拍頭でメロディーを始めるか、拍より前で始めるか、それとも、拍より後ろで始めるか、これら3種類を使い分けるだけでもメロディーの質は上がります。この動画ではこの3種類をどのように使い分けてメロディーを作っていくか、私なりの考えやイメージをお伝えします。 100% 主観が入っていますので、厳密には誤りだというケースもありますが、そこはご了承ください。また音楽の専門用語は極力使わないようにお話ししていきます。アンスタクトやシンコペーション、強拍や弱拍といった言葉は極力使わないようにします。では始めましょう。始める前にまずは前提をお話しします。前回の動画に引き続き、今回も A メロ、B メロ、サビの構成を条件とします。この条件はそんなに重要なものではありませんが、一番ポピュラーな構成ですので、この構成で進めます。私がメロディーを作るとき、曲調やテンポによってメロディーの開始地点を決めています。例えばアレンジフローのようにテンポも速く勢いを重視する楽曲の場合、基本的には拍頭は採用しません。主に拍より前で始まるメロディーやコード進行を採用します。拍頭にしないということは、拍より前か後ろかの2パターンがありますが、拍より後ろを採用する場合は楽曲全体を俯瞰して静かなセクションの時に使用します。主に A メロなどで採用することが多い印象ですね。なお、コード進行においても同じことが言えます。拍ぴったりでコードが切り替わると安定感のある構成になりますが、拍より前や後ろでコードが切り替わると勢いが出せます。アレンジフローですと B メロ後半に当たります。細かい箇所は除き A メロ開始からは拍ぴったりでコードが変わるようにしていますが、 B メロ後半になると拍より前でコードが切り替わるようになっています。しかも上昇系のコード進行にすることでサビへの勢いづけもしてくれます。では、拍頭はどういった時に使うか。私の場合、他のセクションとの差別化を図る時に使うことが多いです。アレンジフローはワンコーラス分しか作っていないのでサンプルはありませんが、ラスサビ前などで他のパートがブレイクし、ボーカルのみの構成にしたいといった時に使用するかなと思います。今までとは世界観が急激に変わるアレンジにして、今まで登場しなかった拍頭のメロディーを作るといったやり方などが思いつくでしょうか。こういった大きな差別化を与える構成はリスナーに意外性を与えることができます。私が拍頭を積極的に採用するケースは、さっきの通り楽曲全体で大きな差別化を生むようなアレンジを入れたいセクションや、子供っぽさを表現したい時の2通りになるでしょうか。もちろん全てに該当するわけではありません。このメロディーを使いたいと感じたものが拍頭だったということもあります。これらはあくまでメロディーを作る上での指標であってルールではないということをご理解ください。個人的によく使う構成を用意してみました。アイディアが思いつかなかったらこちらを参照してみてもいいかもしれません。一番上の構成は今回のアレンジフロー楽曲で採用した構成です。比較的テンポが速い楽曲によく見られる構成ですので、アップテンポの楽曲を作りたいときは
この構成を使ってみるといいでしょう。2番目の構成はどんな楽曲でも相性がいい印象があります。困った時はだいたいこれに行き着いてしまいそうです。それほど汎用性の高い構成かと思われます。3番目の構成は A メロが吐くより前でメロディーが始まる構成です。主役のボーカルを特に目立たせたい時に使うでしょうか。シンセなどがあまり使われない4ピースバンドの曲を作りたい時に相性がいい印象があります。4番目の構成は私が作曲を始めたばかりの頃によく使っていた構成です。白頭を多用していますので子供っぽさが生まれてしまいますが、当時初音ミクを使用していたこともあり、キャラクターのイメージにうまくはまってくれた印象です。最後は転調を伴う白頭が強力な差別化を生む構成です。サビに入った時、リスナーに大きな意外性を与えます。原曲のキーから大きな跳躍をする転調を採用すると無理やり感が出てしまいますので、程よい距離感の転調を採用するとより魅力的なサビに仕上がります。これらはあくまでも私の主観なので誤っていることも非常に多いと思います。皆さんのお気に入りの曲や参考曲のメロディーがどのような構成になっているか、ぜひコメントをしていただけるとこの動画を見ている皆さんの学びにもつながります。今回はメロディーの開始地点に焦点を当てた内容でしたが、いかがだったでしょうか。結構ニッチな話題でもあるのであまりピンとこなかった方も多いかもしれません。先ほどもお話ししたように皆さんのお気に入りの曲や参考曲のメロディーがどのような構成になっているか調べてみると結構面白いことが発見できるかもしれません。もちろん楽曲のジャンルやテンポによってメロディーとの相性も大きく変わってくるので、全てがこれに当てはまるわけではありません。むしろ当てはまらないものの方が多いかもしれません。ですがこのような視点で曲と向き合うと自分が好きな曲や目指したい曲の内側が少しずつ見えてくるはずです。今回は地味なテーマではありますが軽視せずスキルアップしていきましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。